皆さん、11月はやりたいこと全部できましたか？私は毎月、月の終わり、最後の日、30日にちに、振り返りをして、今月の目標全部達成できたかなっていうのを振り返って、じゃあこれができなかったから、12月はこれとこれとこれをやろうっていう目標を立てて、で、それが、目標を達成できるように、今月も頑張っていこうと思います。12月なんだけど、別の言い方があって、12月のことを師走とも言います。師走。これは、師というのは、この、もともとはお坊さんのことを指していて、いつも落ち着いたように見えるお坊さんでも忙しくて走るという、それぐらい忙しい月ということで、12月のことを師走と呼んだりもします。12月は1年の終わりだから、みんなやり残したこととかいろいろね、忙しいと思うんだけど、これは日本は特別なのかな。他の国では、皆さんの国ではどうですか？やっぱり12月って忙しいのかな？もうすでにホリデー、ホリデーというか、休暇に入っている人も多いのかな？よかったら教えてくださいね。私は、12月、ちょっと振り返るのは早いかな。また、今月の終わり頃に、この1年振り返ってみようと思います。11月は、ちょっとなんだろうな、試験がやっと終わって、で、ちょっと終わったーって気が抜けてしまって、目標もちゃんと立ててたんだけど、思った通りにはできなかったです。ちょっとね、なんか英語の勉強をもうちょっと、なんだろう、11月までは試験のために、日本語教育の勉強をちょっと一生懸命やっていたので、英語の勉強とか、読書する時間とかを、あの、ちょっとストップしてたんですね。ちょっと我慢しておこうと思って、できるだけ、日本語教育の勉強に力を注いでいました。で、やっと試験が終わったので、今度はちょっとね、我慢してた英語の勉強をまたやり直したり、読書したり、そういう時間を過ごしていました。で、そう、本も読んだし、あとはなんかね、いろんなセミナーとかそういうのに参加してみたりとか、シンポジウムに参加してみたりとか、ね、ちょっと残してた勉強もあるので、それをやったりとか、11月は結構充実していました。皆さんはどうでしたか？そうね、髪もすごい伸びちゃって、あの、ちょっと邪魔だから切ろうかなと思っています。ちょっとヘアサロン、美容室を予約しているんだけど、それまでもうちょっと早く切りたいなと思っているんだけど、もう少しなので我慢しようと思います。皆さんのところはもう寒いですか？こちらは一応まだ半袖で外に出ることもできるぐらいの、今にこの部屋が24度あるので、別に長袖を着なくてもいいぐらいの気温です。今日は皆さんどうやって過ごす予定ですか？私は、ちょっと友達の誕生日プレゼントを買いに行こうかなと思っています。
まだね、何を買うか決めてないんだけど、何がいいかな。ちょっと友達に誕生日プレゼントを渡しそびれてしまって、今から買い物に行って選んで、プレゼントを探しに行ってきます。なんかね、いつもはこの台本をしっかり細かく考えて、それを一生懸命話してるんだけど、ちょっともう少し空気感というか、えーゆるーく話している感じの動画も撮ってみようかなと思って、今日は大まかに話すことをちょこっと考えてはいるんだけど、あんまり細かく決めないで、ゆっくり話をしています。皆さんは冬の予定は何か決めていますか？どこか旅行に行ったり、実家に帰ったり、楽しみな予定はありますか？私は、今年はちょっと、えーっとね、あの、家族とか遠くに住んでいる家族が、こちらを訪問してくる予定が、あの、いろいろ入っているので、あの、久しぶりに会う家族もいるので、楽しみ、実は楽しみにしています。そう、あとね、皆さんこの時期って、ちょっと前にね、アマゾンでもブラックフライデーセールとかをやっていたんだけど、やっぱりこの時期は大きなお買い物をたくさんするんですか？私は実はあまり物欲がなくて、物欲っていうのは、これも欲しいとか、あれも欲しいとか、欲しいものがいっぱいある人を物欲があるっていうのね。物は物、欲は欲しいっていう、この気持ち。だけど、私はそんなに物欲がなくて、欲しいものがあんまりないんですね。そう。ただ、YouTube をもっと、なんだろうな。本当はね、ちゃんとしたマイクとちゃんとしたカメラを使って撮るともっとね、いいものになるんだろうなとは思うんだけど、なかなかちょっと一度に、あの、お金を投資するっていうのがちょっとまだできていなくて、でもちょっとマイクはちゃんとしたものを買いたくて、購入しました。新しいマイクを買いました。まだ届いていないので、ちょっと今回はこの小さいマイクで撮っているんだけど、多分来週の動画では使えるかな、新しいマイク。使えると思うので、届いたらそのマイクで撮ってみようと思います。どれぐらい音が変わるのか、ちょっと楽しみにしています。ね、とても音が良くなるといいなと思うんだけど、良くなり、多分きっといいマイクを買ったので、きっと良くなると思います。もう少し待っていてください。そう。ね、私、よくね、声が小さいって昔からね、よく注意されていたんですよ。小学校1年生の時にも、先生から、声が小さいですってよく怒られていて、えーで、この学期が終わる時に、成績が書かれた紙、通知表とか、成績表とかって言うんだけど、まあ、この教科が、スコアがどれだけですっていう評価みたいなのがもらえて、で、この先生からのコメントも一緒にもらえるんだけど、いつもそのコメントに声が小さいですって書かれていたのね。そう。だから、
直さないといけないなって思いつつも、こうなかなかね、意識していないと大きい声で話すっていうのに慣れていないから、いつもちょっと声が聞きづらいかもしれないです。YouTube でもね、時々声が聞こえないですって言われることがあるので、ちょっとちゃんと大きい声で話すように気をつけようと思います。ね、でもこう話していると、大きい声で話すってどこかこう見えるところに書いておかないと、話しているうちに忘れてしまってまた元のボリュームに戻っていることが多いんですね。そう、だからちゃんとずっと撮っている間意識しておかないといけないなと思っています。ね、やっぱり授業をしたりとか、やっぱり先生の声はね、聞き取りやすい方がいいと思うので、ちょっとこれはね、日本語の先生としては、一番ダメな私の欠点だなって思っているんですけど、そう、だからちょっと頑張って大きな声で話すように気をつけようと思います。はい。今日はちょっといろんな話をしたけど、ゆるっとおしゃべりしてみました。ちょっとね、みんなに質問とかもしたから、もしよかったら、質問と答える練習に使ってみてください。あと、音声だけのポッドキャストも、始めたので、もし何か、ちょっとね、ビデオまで見る暇がないっていう方は、音声だけのものを再生して聞いてくれたら嬉しいです。来週もちゃんと火曜日に動画をアップする予定なので、ぜひチェックしてみてください。では、ここまで見てくれて本当にありがとうございます。この動画の次の動画では、もう少し髪が短くなっているかもしれません。じゃあ、皆さんも、寒いと思うけど、風邪とかひかないように気をつけてね。あったかくして過ごしてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。